LED の質、そして精度っていうのは、直接肌にいい。もうアンチエイジングだったら、私はこのマスクっていうのを、そして633ナノメートルの記載があること。こんにちは、すみれです。今日は LED マスクの正しい選び方。今回の私の動画では、アンチエイジング、赤色の光の LED マスクに特化した話をしていきたいと思います。本気でアンチエイジングを目指していて、LED マスクね、どんなものが良いか探している方。そして安い LED マスクから高いものまでたくさんありますが、どんな違いがあるのか。後悔しない正しい LED マスクの選び方をこの動画ではしっかりと話していきたいと思います。まず近年では LED マスクの赤色の光っていうのが肌の中のね、コラーゲンの生成だったりとか、アンチエイジングにすごく良い効果があるともう実証されていますよね。そこで今 LED マスクっていうのがとても人気になっていて、もういろんな赤い光の LED マスクっていうのが売ってると思います。もう本当に安いね、Amazon で買えるようなものから高いね、何万円もするようなものあったりしますね。そもそも赤の LED のライトの波長っていうのは620から750ナノメートルぐらいの波長っていうのが赤色の LED とされています。で、ここで皆さんにぜひ知っていただきたいのが、赤色 LED マスクを使った時の肌のアンチエイジングの効果ね、実証済みの写真っていうのがありますよね。そういった皆さんが目にしている多くのものは633ナノメートルっていうこの波長で一番効果があるとされ実験されたものになるんです。まずこのね633ナノメートルの数字を今回ぜひ頭に入れていただきたいと思います。そして赤色の LED ライトの中には安くなればなるほど波長もねこの610だったりとか、あとは不安定だったりするものもすごく多いんですね。ただそういったのがいっぱい集まってパッと光が出ればだいたい赤色に見えるから、精密な機械があって測れればいいけど肉眼で見ただけではわからないですよね。なので、ここで重要なのが、しっかりと機械を販売している会社っていうのが、きちんとその LED がどの波長なのかっていうのを確認して、同じ波長が出る LED をしっかり集めて、一定性のあるものにして、それを販売する。そしてその内容を公開するっていったことが大事なんです。イメージしやすく、これを他の商品で言ってみると、こうなります。例えば、オーブンというものがこの世になくて、初めてオーブンが出てくるとしましょう。そして、180度でオーブンで10分間調理すると、一番中がジューシーになって、結果が一番いいですよって言われてるとしますね。そこでみんなは、オーブンってすごいんだ。あったかい温度ってすごいんだってそこだけに着目して、市場で売られ出したオーブンっていうのも、140度から200度ぐらいのどれかの温度が出る。どれかはわからない。そういったオーブンがたくさん発売されていて、安いものから高いものまであるから、このオーブンにしようかな、これにしようかなって思ってるんだけど、実際はそれぞれのオーブンが140度かもしれない。150度かもしれない。一部だけ200度で、あとは130度か、かなりムラがあったりとかね。いろんなものがあって、180度の結果っていうのが一番良かったっていうところが結構スルーしちゃってる場合があるんですね。180度で一番効果が出るって言われたら、その効果を求めてるんだったら、私たちが見つけたいのは、180度の温度が出るオーブンなんです。それと同じで、赤い光も633ナノメートルで一番効果が出ている。だったら、633ナノメートルの波長が出ているそのデバイスを使ってこそ、その効果をしっかりと期待できる。といったことなんです。ただ LED ライトってその波長が安定するってことは結構難しいんですね。なので、しっかりとその狙った波長を出している LED、そしてこの一貫性があるものっていうのを選ぶとなると、たくさんある LED の中からその波長のものをしっかりと選んで、それをね、採用する形になりますよね。それはもちろん時間も手間もコストもかかります。特にこの品質のいい特定の波長で一定の強さで出続けるような質の良い LED ライトっていうのは決して安くはないので、それをね、マスクの中にたくさん入れ込むわけですよね。それで出来上がったものっていうのは、決して大量生産で安く早く作ることっていうのは、今のね、2025年の技術ではそこまで簡単ではないんだろうなと私は思います。そういった波長については専門家の方々をね、話しますが、結構さらっと話すので、流れちゃうことが多いんですよね。ああ、そうだねって。でも実はそこが本当に重要なんです。じゃあそれ以外の赤色の光、例えば弱めの610とかって効果はどうなの？
610とかでも表皮の部分には届いて、この炎症を少し抑えたりとか、そういった肌の表面のね、効果っていうのは期待できる面はあったりします。ただ、本当にアンチエイジングでコラーゲンの生成とかね、そういった効果を謳っていて、そこをもし皆さんも目的としているのであれば、そういった610とかそのぐらいのね、ものっていうのは、その効果っていうのは期待はできません。じゃあどんなものをどんな風に選んだら良いのか。これもね、オーブンの例えで言うと、ちゃんとオーブンがね、安全で品質がね、しっかりとしたものであること。まず安全性大事ですよね。そしてそれだけではなくて、このオーブンは、ちゃんと180度出ますよって明記してあるのが一番いいです。これを LED マスクで考えてみると、アメリカで言ったら、アメリカの FDA ね、食品医薬品局というね、日本で言ったら日本の厚生労働省のようなところがあるんですが、そこがきちんと承認した商品であること。それだけではなくて、このデバイスね、この商品は633ナノメートルの波長が出ますよときちんと明記してあるのが一番良いです。なので FDA 承認であること。そして633ナノメートルの記載があること。この2つをしっかりとチェックしてください。実際今よく売られている製品はどんなものがよくあるのか。ただ、実情は Amazon で安く買えるようなものっていうのは FDA 承認のものっていうのはなかなか見つけることはできないんじゃないかなと思います。そしてそれだけではなくて、きちんとその波長を記載しているっていうのはあまり見ないと思います。おそらく皆さんが見るのは販売している商品の写真、そして LED マスクの効果。それを全面的に写真ビフォーアフターみたいなので見て、この商品を使うとこの結果が出るんですよといったイメージになるんですが、ただその商品が同じ633出てますか？オーブンで言ったら180度出ますか？140とかじゃないですかっていう話なんですね。そういった商品が安いものにはたくさんあります。じゃあ実際それらを満たしている製品ってどんなものがあるのか。で、私がね、いろいろと調べてみて、FDA 認証、そしてきちんと波長の記載があって、それが633っていうのは、2つね、私の中では確認できてるんだけど、日本から買えるものだったら、オムニラックスっていうね、ブランド。ここの LED マスクもしっかりと FDA が認証していて、633ナノメートルの波長が出ています。そしてもう一つは、カレントボディ。これね、以前私、動画で伝えるときにカレントビューティーって言ってしまって、正しくはカレントボディです。本当申し訳なかったです。ここのブランドも FDA がしっかり認証していて、そして633ナノメートルの波長が出ています。ただ、この2つを比べたときにカレントボディはさらに一歩先を行っているので、それはね、また動画の後半でお話しますね。でもそれらのマスク高いから、実際安いマスクでもかなり口コミ良かったりするし、そもそも波長が安定しないとか、一貫性がないとか、いまいちまだピンとこない。まず波長が安定していない。LED ライトって1個じゃなくていろんなたくさんのちっちゃな LED がまとまってますよね。それぞれが全部バラバラだったり、赤いんだけど弱くてあんまり肌に届いてないとかね。そういうのもあるんです。で、ライトがね、全部一定であること。で、その一貫性がなんで大事かっていうと、全部同じ光を当てて肌全体に同じ効果を当てたいです。だけど、バラバラで、一箇所だけ強くて、一箇所だけ弱いっていうのを、肌の真上で直接ね、当てるようなものの場合は、良かれと思っていても、実はね、良くない光の当たり方だったりとか、そういうことがあって、何らかの肌トラブルにつながるのも良くないですよね。光のちゃんとした効果のある波長、そしてそれらが一定であること、それらの条件を備えた上で、肌の上でね、使ってあげるんだったら安心できるかなと思います。ただ今後、技術がさらに発展していけば、高品質のとてもいいね、LED っていうのが安い商品でも簡単にね、使えるような時代が来るかもしれないですね。で、私も以前はそういったこと知らなかったんですね。あ、LED っていいんだ。赤色の光っていいんだ。でも LED マスクなんかいろいろ売ってるし、値段もピンキリだよな。とりあえず安いのでいいか。これ口コミもなんかいいし。じゃあこれ試してみようかなと思って、最初日本にいる時に日本の Amazon でまず LED マスク買ってみました。あとはアメリカに来てから、このもっとこう大きいやつ、ちゃんとしたブランドだともう10万円とかもっとするんだけど、その Amazon のやつだと2、3万円で買えたので、これなんか全身使えたらいいなと思って買ってみました。でも、しっかりとね、こういった情報を日本だけではなくて、英語圏の皮膚科の先生だったりとか、あとは美容器具を販売している人とか、いろんな方が LED マスクに話していて、総合的にいろいろ聞いて、できる限りリサーチをして、その中で、
自分の中でそういうことかって分かったことなんですね。しっかりとね、こういった情報を改めてちゃんと調べたり学んだりした後は、それぞれ FDA 認証じゃないなと思って、あんまり良くない光とかを、実は知らぬうちに浴びてるかもしれないし、光って結構肌に影響を及ぼすものだから、値段だけで決めるんじゃなくて、やっぱりそこは FDA がちゃんと承認しているものにしようと思って、予期せぬ悪影響を考えた時に、全部手放しました。できれば昔の私に教えてあげたかったです。そうすればね、お金の無駄遣いもすることなかったので、そしてアメリカのセフォラでね、よく人気で買える LED マスク。これは FDA 認証のもので、アメリカの皮膚科医の先生がね、開発されたものになるんですけど、これを使い出しました。1日3分でよくて、すごく簡単で見た目もね、すごく綺麗で、これをね、買って嬉しくて3分だからもうすぐなんですよね。朝晩2回ね、毎日のように嬉しくて使ったんですね。そしたら、使いすぎたのか、ちょっとね、白いポツッとしたのがね、肌にできたんです。私そういうのあんまり肌にできなかったから、すぐに分かったんですね。これなんだろうと思って、明らかに LED マスクを使ってからの変化だったんですね。そこで、おそらくちょっと使いすぎたんだなと思って使う頻度を減らしたりして、なくなったりしました。ただ、原因がいまいち分かんなかったんですね。セファラでも人気の商品だから、多くのそのレビューっていうのはいいことしか言ってない。マイナスとか副作用のことを言ってる人全然いなくて、でも私だけなのかなと思った時に、ある時にたまたま大きなチャンネルの人が同じ症状について話してたんですね。This one over here is new. So I started to develop this bump over here when I started using the LED light mask. It started to get close to this size. And I was like, where are you coming from? In addition to this one, I also had one, I don't know if you can see it actually. It pretty much went away. That was down on my jawline or underneath my jawline on my neck. So I started Googling around and I saw that these things were connected to by light exposure. But I made sort of the connection in my head and I was like, I started using this like light mask. Maybe I should just stop. So I stopped at cold turkey. And then they started to diminish in size, like immediately. 私だけじゃないんだと思って、最近ね、さらにいろいろと調べたりとか、さらにいろいろ学んでいくと、もしかすると、不良品があって、スイッチがつかないとかのレベルの不良品だったら私たちわかりますよ。だけど、この赤色の LED の波長がもしかしたら不安定な欠陥がある LED が混ざってたかもしれないですよね。でもそれってわかんないですよね。そして波長がね、正確でなかったりとか、波長が全体的にね、均一でなかったりすると、そこでムラが出て、局所的に強い刺激があることで、一時的に肌のバリア機能っていうのが低下してしまって、それでね、少し炎症が起きる可能性もあるようです。あとはね、言われているのは LED っていうのは肌を活性化させる作用があるので、この肌のターンオーバーが早い人とか、敏感肌の人とかっていうのは、過剰に使うと、それが刺激になって炎症反応が起きることもあるようです。なので、そういった面もあったのか。私はどれに該当したかわからないけど、FDA 認証だからといって、どんどん使っていいかといったら、私の経験から言うと、使いすぎも良くないと思いました。そしてね、私気づいたんです。これ FDA 認証だけど、どのくらいのナノメートルの波長を出してるかって記載がないなってことに気がついたんです。まあでも FDA が効果があるって承認してるから、特に波長を書かなくてもいいんじゃないかなと思われた方。FDA は効果があると言われている赤色の波長の範囲がありますよね。その中のどこかの波長が一定に、だいたい誤差はプラスマイナス10ナノメートルぐらいであれば OK で、その範囲で一定にしっかりと波長が出ています。そして強さについても弱すぎずしっかりと効力を認められる強さ、なおかつ家庭で使って安全な範囲ですよというものを承認するものであって、その中でも特に効果があった波長、これが出てますよといったものではないんですね。ただ、同じ FDA 承認のカレントボディの LED マスクシリーズ2のものをね、使わせていただいたんですが、これはね、私が先に使ってた方と比べて、光の強さが2倍ぐらい、すごく強いです。そしてもう眩しいといった形で、1回3分じゃなくて10分でさらに長いんですね。
だから正直、こんなに光も強くて10分で、効きそうだけど、逆になんかまたプツプツとか、この副作用的なの大丈夫かなと思ったら、これはね、毎日のように使っても、全然そういった副作用が起きなかったんですね。で、そこで、さらに、私がね、今回皆さんにお伝えしたいのが、ここのね、マスクのすごいところっていうのは、多分今業界で一番進んでるんじゃないかなって思うんですけど、このマスクのシリーズ2の方ね、これは、このマスク一個一個の LED ね、がしっかりとその波長が出てるかも個体でちゃんとチェックして、その波長のね、検査結果っていうのも一緒にくれるんです。だから、例えばですよ、FDA 認証があっても、いっぱい機械を作る中で、もしかしたらいくつかの機械は不良品の LED があって、その波長が弱かったりとか、一定じゃなかったりとか、そういったものが混ざってる可能性は大いにありますよね。その懸念点っていうのをしっかりと防いだのがカレントボディなんです。そもそも FDA 承認っていうのが限られてくるのと、633っていう波長の記載があるのってはさらに限られます。その中でも作るすべての製品、一個一個ですよ。全部ね、製品を欠陥がないように、それらの LED ライトっていうのを全部チェックして、この波長 OK って言ったらその証拠も一緒に送ってくれるんです。ここまでちゃんと LED ライトの波長をね、そして強さとか、それらの重要性っていうのをきちんと理解して、それを消費者に届けてくれるブランドっていうのは、私はここしか今のところ知らないです。同じお金を払うんだったら、そのぐらいしてくれてて欲しくないですか？アンチエイジングってなってくると、このカレントボディの光っていうのは、なんと3種類のね、波長があるんです。で、一つは私がね、もう大きく言っていた633ナノメートルのね、波長。で、それだけではなくて、近赤外線の830ナノメートル。これは細胞エネルギーの活性化、肌の張りとか弾力の向上、そういった効果がある波長。さらには、深部近赤外線といったもので、1072ナノメートルの波長があります。深部層のさらに深い部分にアプローチをして、コラーゲン育成の強化。この3つの波長が出るんですね。もう強力なアンチエイジングの LED マスクなんです。だから、もうアンチエイジングだったら私はこのマスクっていうのをおすすめするのと、もし今のね、段階で大切な人にどの LED がいいかって言われて、例えば自分の両親とかね、本気でアンチエイジングをしたいって言ったら、まず安全性と精密度、そして信頼できるデバイスであるということで、私はカレントボディのシリーズマスク2をおすすめすると思います。LED の質、そして精度っていうのは直接肌に影響になるんですね。なので、そういったことはね、ぜひ皆さんにもしていただきたいなと思いました。ちなみに、ドクターデニスと、このカレントボディのマスクで迷われてる方、ドクターデニスの方は赤色の LED が100個、そして青色、これはニキビとかにね、いいと言われてるんですが、これが62個入っていて、それらが一緒につく機能がね、あったりもします。ただ、個人的に、青色というか、紫ピンクみたいな色の見え方です。だからなんでこれが青色なんだろうと思ったりもするんですが、そういった光が出るものです。一方、カレントボディでは236個の LED。で、その中で私が一番ね、皆さんに最初に言っていた633。この633ナノメートルの LED が110個。そして近赤外線の LED が110個。そして深部近赤外線の LED が16個。もうアンチエイジングをしっかり攻めてます。なので、アンチエイジングだったらもう断然カレントボディです。ただ、マスクの見た目はもう断然ドクターデニスの方が素敵でかっこよくて、もうこれは 100% 私はこっちの方が好みです。おでこのとこにボタンがあって、それを押すだけで何もコードとかついていないので、もうマスクだけで使えるっていうのもすごくいい点です。一方ね、カレントボディっていうのは、このマスクはね、すごくフィット性があって、医療グレードのシリコンで作られているので、雑菌とかもつきにくくなっているし、肌にね、とても密着するんですね。なので、ドクターデニスの方はこの肌の上で乗っかってる感じなんだけど、カレントボディの方はこの顎の下までスポッとかぶる感じで、しっかりとね、肌にライトを当てることができます。ただスイッチを押すとこのコードがあるので、それがね、気になる方はもしかするといらっしゃるかもしれません。そして、ボタンを押してスイッチします。で、終わった後にピーッと音が鳴って終わります。一方、ドクターデニスの方はスイッチを押して始まって、終わった後に何も音がせずにライトだけ消えます。
なので、この夜使って、その後静かに寝たい。あとは、この誰かね、隣で寝ていて、その時に使いたいって言った場合は、ドクターデニスの方が音がなくて使うことができます。そしてアンチエイジングもしながら、あとはこの肌のニキビとかそっちの方も、総合的にケアしたいなって言った場合は、ドクターデニスでもいいかもしれません。ただ、カレントボディの方では、同じ赤とブルーのマスクね、2色マスク売ってるんですけど、きちんと波長記載があるので、私はこちらの方がいいかなと思います。LED マスクの購入迷われてる方がいらっしゃったとして、10代、20代の方々だったり、30代とか、あと私みたいに40代以降とかね、そういった方々それぞれの世帯に向けて、私の 100% 主観の、アドバイスをさせていただくとすると、もしね、10代、20代の方で高くて買えないって言ってる方がいらっしゃるとします。私の正直なアドバイスを言うと、今はまだ買わなくていいと思います。まだね、肌の状態もすごくね、いいから、それよりも日々の食生活っていうのをね、少しでも健康的なものにして、お菓子とかそういったものにお金あまり使わないで、1ヶ月1000円貯金してみてください。そうすると、5年間で6万円貯まります。5年後にその6万円があるので、それとともに改めてね、LED マスクの検討をしてもいいんじゃないかなと思います。そして30代ぐらいの方ね、高いなぁ、でもちょっとそろそろアンチエイジングもしていきたいなと思っている方。私はもし本気でアンチエイジングっていうのを長期的にやっていきたいと思うのであれば、自己投資をするのはありだと思います。で、LED マスクっていうのは長く使えば使うほどすごくね、効果っていうのも実感できるようなものなので、きちんとしたブランドのものであったら5年、10年は簡単に持ちます。なので、例えば10年持ったとして、仮に商品が7万円だとしましょう。10年っていうと1年間は7000円です。そうすると1ヶ月600円しないで使えます。ちょっとスターバックスとか1回ね、行くのをやめるとかね、ちょっと今日ランチの外食を1回だけセーブしてみるだけで、結果的に LED マスクを毎日ね、10年間使えるような、そんな環境を選ぶかと思っていただければと思います。そして私みたいな40代以降の方、アンチエイジング効果を本気でしたいですよね。こっちは真剣ですよね。なので FDA の承認633、これを必ず守りましょう。この数値でこの結果が出てるというなら、少なくとも同じ船に乗りましょう。価格に関してはもちろんね、高いけれども、セールで買いましょうっていうのが私の正直なアドバイスです。そして調べてみても、実際にね、これを使ってみても、一番アンチエイジングでは、私はカレントボディのマスクがシリーズ2が良いと思ってるんですが、安く買う方法です。ありがたく私はコードをいただいていて、基本的に私のコードを入力すると 10% オフで買えるんですが、どうやら今、年に最大の割引のセール、20% オフをやっているようで、CB スミレ、多分カレントボディの CB にスミレだと思うんですけど、これを入力すると 20% オフで購入ができます。そして、このね、コード、この製品だけではなくて、他の製品でもね、適用できるものがあります。で、私がもう一個気に入って使っているのが、首元のね、マスクなんですね。やっぱり首元ってすごく気になりますよね。で、ここにこうつけることができるマスクで、これもね、すごく気に入っています。正直、顔のマスクをつける割合の方が多いです。っていうのも、私は寝る前に LED マスクをつけます。なので、パジャマは結構首元詰まってるのが多いので、中に入れ込まなくちゃいけなくて、なかなか使ってなくて、日中ね、ガウンとか朝使ってる時に使うことはあるんですが、そのね、首元のものもおすすめです。で、あと、このセットでついてくる美容液があって、これが肌にものすごく浸透して、朝、それをね、つけた後に、あれ肌質変わったって思うぐらい、その美容液の効果を私はすごく感じたんですね。それだけリピートしたいって思ったぐらい、それは好きでした。ちょっとその美容液見てみたんだけど、単体では売ってなさそうなので、ただセットでね、購入できるので、もし機会があれば、このね、割引の時にセットでもね、購入されてみてください。で、基本的に LED マスクっていうのは、長く使えば使うほど効果が出るようなものなんだけど、だけども、結構多くの人は使って2週間、1ヶ月で効果を実感する人っていうのは、とても多いです。で、私も実は視聴者さんの中で、美魔女の方がいらっしゃってね。私の視聴者さん、美しい方すごく多いんですけど、私よりさらに10個ぐらい上なので、50代の方ですよね。
まず50代に見えないです。もう顔もシュッとしていて。で、その方とね、たまに DM させていただくことがあったんですけど、その時に本当にもう美しいので、この美容ケアを聞いたことがあるんですね。そしたらカレントボディのまさに LED マスクね。その方はシリーズ1だったんですけど、それを使ってすごく効果があると。そしてその方の旦那さんはさらに年上なんだけど、旦那さんの顎周りもシュッとしてきたと。あ、こんなに効果があるんだって私は思ったんですね。で、私はその頃まだ、このセファラで買ったドクター・デニスの LED マスクしか使っていなかったんですが、だけどカレントボディのね、凄さっていうのは聞いていました。で、他でもかなりね、有名人の方とかいろんな方が使って効果をね、いいって言ってるんですが、ただ私は実際使って、じゃあすぐに効果を確認できたかっていうと、すごいいきなりもう肌がもちもちになったとか、そういった効果は私の場合はすぐには感じてはいません。それなぜかっていうと、どっちかっていうと私はこのマイナスなね、このプツプツができたりとか、そういったのを他のデバイスでも経験していたぐらいなので、このマシンでそういったのが一切ないっていう、それだけでも私の中ではかなりプラスだったんですね。で、大体そういうものって 90% ぐらいの人がすごく効果がある、95% とかね、あるって言っても 100% ではないですよね。必ず100人に何人かはすぐに感じない方っていうのもいらっしゃいますよね。もしかすると私はそのタイプにあるかなと思いました。でもそういう人の意見も大事でしょ？ 100 人が100人みんなに効果があると思っていて、自分は数%ですぐに効果を感じないって言った場合、あれおかしいなって思ってしまうかもしれないんですが、私もどちらかというとそっちの方だと思うんだけども、すごくね、信頼もできるし、使用感もとてもいいので、これはもう10年でも20年でも使っていきたいって思ってます。で、ちょっとね、お話で伺ったのが、私みたいに赤色の LED ですぐに肌の効果を感じないって言った方は、結構カラフルな方を使うと、いろんな肌の層にアプローチするので、そっちを使って効果を実感される方っていうのもいらっしゃるそうなんですね。だからもしかすると、私はそっちのタイプかもしれないな、なんて思ったりしました。ただね、それはまだ使ったことがないので、皆さんにね、詳細をお話しすることはできないんですが、もし将来的にね、その試す機会があったら、また詳細のレビューをね、皆さんに共有したいと思います。ちなみに、LED ライトって、この10年、20年って玉切れしないって思われる方、いませんか？私ね、実は思ったんですね。でも LED ライト玉切れしないのかなと思って。切れたら嫌ですよね。でも、調べてみたら、LED ライトの平均寿命っていうのは3万から5万時間と言われています。落としたりとかしないで、普通に使っていて、ちゃんと信頼できるブランドのものだったら、5年、10年は簡単に持ちます。そういった意味でも長く使えるので、これはね、効果を楽しみにね、ずっと使っていきたいと思っています。ということで今回は、アンチエイジングを目指している方に向けて、本当に効果のある LED ライトの見分け方。そしてどんなところに注意して選んだらよいか。そして私が自信を持っておすすめできるブランドやその商品。それらを紹介した動画になりました。今ね、2025年の4月現在、海外のね、コスメもまだ円安で高かったりするので、これからは私がやっている美容ケアとか、あとはね、メイクのやり方とかね、そういったものもいろいろと動画にしていきたいと思っていますので、よかったらチャンネル登録と、あとは通知ボタンもね、ぜひオンにされてみてください。そしてね、身の回りにも LED マスク迷われている方いらっしゃったら、ぜひこちらの動画をね、共有してあげてみてください。また、インスタグラムでも、主にメイクのアカウントでルックを上げたりとか、動画の公開情報をね、皆さんに共有したり、商品のレビューをする際に、皆さんが知りたいことの質問をね、受け付けたりとかね、そういったこともインスタグラムで行っていますので、よかったら私のメイクアカウントのね、インスタグラムもフォローしてみてください。そして私は現在ね、アメリカに住んでいて、アメリカのね、日常生活の、プライベートのアップについては、もう一つのアカウントがあるので、よろしければそちらも遊びに来てください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。